はい、こんにちは。小豆島の漁師、ハモユです。いや、今日はね、いいものをいただきました。それがですね、こちらです。というわけで、よいしょと。はい、それじゃあ中身を見ていきましょう。オープン。はい、こちら。秋鮭でございます。サザエでございます。で、こちら、北海道の漁師 YouTuber の漁師フィッシングさんにいただきました。いつもありがとうございます。で、これ当然ただの鮭じゃなくてメジカって呼ばれるね、1000匹に1匹しか取れないね、幻までもいかんかな、まあでも珍しい鮭なんですよ。で、どういった鮭かというとですね、産卵のね20日から、26日違います、60日前に取れた鮭のねことを言うんですよ。で、それがねなかなかよいしょ取れないらしくて、これが1000匹に1匹ですね。で、今日はですね、そんな珍しいこちらのメジカを使ってまあね、いろいろ作っていきたいと思います。それじゃあやっていきましょう。レッツゴー。はい、それじゃあ先に観察していきましょう。で、名前の由来なんですけど、なんでメジカっていうかというと、ここがねめっちゃ目が近いんですよ。で、これが大きくなって産卵直前とか、になってくると目がね開いていって、それで普通の秋鮭になるんですね。この目が近い状態をメジカで、こちらのメジカなんですけど、普通の秋鮭に比べてこの卵がねだいぶ産卵よりだいぶ前なんで、この卵に栄養を取られてないから普通の鮭よりねよく超えてるんですね。丸々してめちゃくちゃ美味しそうです。で、鱗は、普通の鮭と一緒で細かいですね。それじゃあまず鱗を取っていきましょう。で、やっぱりですね、こういう鮭は細かいですから、金田足とかこういう固めのた足、これで水をかけながら取っていきます。あんまり取れんな。サムネ取るの忘れとった。よかった、さばく前でよかった。危ねえ。はい、それでは鱗がね綺麗に取れました。僕はこの後サムネを取ります。多分サムネ見てください。鱗ついてないです。はい、微妙なサムネも取れたところで、早速さばいていきたいと思います。よっしゃ。はい、じゃあやっていきます。まずここでエラ膜をこう切って、ここを落とします。で、ここを掴んで、ここを縦に落として、じゃあ腹割っていこう。腹割るとこみんな見たいよね。ここでカメラを変えて、さあ横から見ていきましょう。あれが入っとったらいかんから慎重にいきます。シューッ。さあ、いくらは入っているのか。よし。はい、それではお腹オープン。お、入っとるがな。いや、いいいくらが入ってますね、これ。うわ、すげえ。いや、めちゃくちゃ綺麗なねイクラが入ってますね。取り出していきましょう。イクラっていうか卵だね。よいしょ。丁寧に取り出して、オッケー。見事なイクラが取れました。粒もね普通のよりちょっと小さいらしいんですよ、やっぱり。で、これが大きくなってくると身に栄養が取られるから良くないということですね。で、その他臓器を見ていきましょう。これが多分肝臓ですね。真っ黒、僕の肝臓と一緒です。で、いつも言ってるこちら謎の容器じゃない。アニサキスいるのか探してみよう。いるかな。やっぱね、生食は天然の鮭はねやめとった方がいいらしいですね。アニサキスが入ってる可能性が高い。わからん。まあとりあえず内臓類取って、でエラも引きちぎります。やりこいです。はい、これでエラと、食道全部取れました。 OK。 はい、じゃあ次に頭を落としていきます。返して、ここ斜めにシャコシャコ。もうここでかかとで落としちゃおう。よいしょ。で、反対にして、こっちもこのヘリから入れて OK。 ワンダムで、これは引きちぎって、全部使いましょう。よいしょ。はい、そしたらば次はこちらのお腹を久々登場、天然のササラ。こちらできれいに洗っていきます。ササラ強いね。はい、 OK。 めっちゃきれいになりました。それじゃあこちらをまな板へドーン。はい、じゃあいよいよ3枚におろしていきます。なかなかねサーモン系は苦手なんですよ。骨が細いというかなんというか。いけるか。うまっ。よし。で、返して、よいしょ。で、こっちも包丁を入れていく。で、包丁を通して、よいしょ。で、こう。よいしょ。はい、オープン。うまくいきました。完璧です。
でやっぱ身の色は鮭らしく、ちょっと赤みがあると言いますか、そんな感じですね。ここちょっと隠しましょう。はい、じゃあ次これはけて、このままさばいていきたいと思います。そのまま包丁入れて、全然ギリギリ攻められてないけど、よし。でこういって返して、でもう一回次下側から入れて、でこうですね。でここと向こうがこんにちはしたら、こうやってバッて落としていきます。 OK でこっちを立てて落とせば骨だけ OK で、骨も身がいっぱい残ってるので切ってだしに使います。 OK。 はい、じゃあ次に、鮭とかサーモンにありがちなここのねデポチンを取っていきます。ここにデポチンがあるんですね。よし。はい、じゃあ次に腹骨をすいていきます。でちょっと腹骨長いんで、まず一口入れて横にスクイーズしていきます。ですくって、はい、これで OK。 ちなみに今日はバイトの子たちが来てます。はい、じゃあこのまま人に見られてたら恥ずかしいんでちょっとお酒を飲みます。特製ゴールデン鴨鶴、お客さんだったかな、視聴者さん、その時にいただきました。でこちらの器も視聴者さんにいただきました。綺麗ですね。はい、それじゃあいただきます。辛口ですね。お酒に合うじゃなくて、お酒に合う。はい、というわけでやっていきましょう。もう一個のね、次腹骨を取っていきます。はい、 OK ですね。はい、じゃあサーモンでね、一番めんどくさいのがやっぱサーモンの骨抜きです。この骨をね抜いていきましょう。こちら見てください。ここにね、もうここ血合い骨がなくて、ここになんかね骨が生えてるんですよ。おまけに横からここからね生えてるんですね。まずこれ抜いてあげます。で次上来て、それをどんどんこう抜いていってあげると、ピュってニキビが出るみたいに指で軽く押してあげたらニュルニュルっと。はい、じゃあなんとか骨が抜けました。もう一個もやっていきます。はい、じゃあなんとか骨が抜き終わりました。ここまでできたらバット、汚ねえバットだな。バーン、ほら僕だぞ。ミスターサタン。みんな一番くじでゲットしました。この2人最高。はい、じゃあ焼き鮭用に切っていきます。下まで行って包丁立てて、こんな感じかね。はい、それでは美味しそうな切り身にすることができました。はい、じゃあもう一個はルイベにしていきたいと思います。とりあえず半分に、切り取って、で半分皮引いていきたいと思います。端の方包丁入れてシャコシャコシャコとシャコシャコと、で皮までいったら、思いっきり気負わずいけー。うまい、めちゃくちゃうまくできた。完璧です。はい、でこのまま刺身でも食べたいところなんですが、やっぱりアニサキスがね僕よく当たって心配なんで、ちょっと薄めに切ってルイベって言って、軽くっていうか、冷凍させて、で半解凍の状態で食べるやつを、作っていきたいと思います。薄く切って、はい、じゃあこんな感じで綺麗な切り身ができました。こちらに並べて、薄く並べて、ほんで、冷凍させます。1日。これでちょっと1日でアニサキスがちょっと死ぬかは分かんないんですけど、薄めにしとけば大丈夫だろう理論でやっていきます。で半解凍で食べたらルイベですね。本当はもうこのまま生で刺身で食いたい、その気持ちをぐっとこらえて、ぐっと押し殺して、はい OK でラップをかけて冷凍庫で保管しておきます。はい、というわけで、結構疲れましたけど、残るは、イクラをやって、今日の下処理は終了です。で明日、美味しいご飯をいっぱい作っていきたいと思います。でこちらイクラの処理なんですけれども、ぬるま湯でやっていきます。で我が家のねこちらから出る蛇口から水出る温度はちょうどね40度に設定されているので、40度のお湯が出ます。でここに塩をね、何パーセントか忘れましたけど、ちょっと塩水を加えます。でここに網を置いて、こちらの切れ込みが入ったイクラですね。これちょっと切れ込みを広げてあげて、うわ集合恐怖体の人注意ですね。でこう押し当てて、ゴジゴジしていきます。
こうするとね結構割れないんですよね、いくらで。いくらを取っていきます。結構取れるんですよ。ほらほら、こんな押し付けてもねほとんど割れずに取れました。で、なんでこれ40度のお湯でするかっていうとですね、それはねちょっと皆さんググってみてください。何でも人に頼っちゃダメです。はい、というわけで OK ですね。で、この水を3、4回変えていきます。ぬるま湯ですね。卵はこんな感じ、ちょっと白っぽいです。でも綺麗ですね。はい、で同じくぬるま湯で、何回か変えていきます。なんか筋とかがあるらしいんで、その筋をね、探していきます。このね、なんだろう、卵のね出がらしのようなのがあるんですね。こういうのはなんか食感悪いらしいんで、こういうのをねのけてあげればいいんですね。はい、じゃあこれぐらいで。おお、ちょっと白い混じってますけど、とても全部取れないので、これでやっていきます。でまずいくら、これ容器に移して、でせっかくですからいただいたお酒を加えて、でいつものこちらヘビーユーザーですね、こちらも加えて、ちょっとねみりんがないんですね。で醤油を加えていきます。ちょっと1日しかつけないんで見た目濃いめにいきましょう。でみりんがない分砂糖でちょっと甘さをつけて、でこれで冷蔵庫に1日保存して、明日ね焼き鮭いくらおにぎりと焼き鮭お茶漬け、それからルイベ作りたいと思います。じゃあ元気でな。いくらは凍ってるかな、凍ってるじゃないな、使ってるかな。はい、いやめちゃくちゃねうまそうに使っております。でかなり減ったのは美味しすぎて、僕つまみ食い普通にいくら丼作ってました。で今日はですねルイベの焼き鮭と、ルイベじゃないわ、メジカの焼き鮭とルイベ、それから、ミニいくら丼、それからねおにぎり、それからお茶漬け、これをね作っていきたいと思います。レッツゴー。はい、じゃあまずアラで出汁を取っておきます。お茶漬け用のやつですね。多少の血はご愛嬌。はい、じゃあ本当にね久々の登場です。かまど、何年ぶりでしょうか。こちらをですね置いて火をつけて、で中に入れていきます。じゃあ次にルイベができているか見ていきましょう。もうルイベというか完全冷凍ですね。でルイベは凍らしたやつを切るんですけど、この状態もでもいいですね。このまま冷凍庫に戻しておきましょう。すぐ食べれそうだ。でルイベの名前の由来なんですけれども、溶けるを意味するルと食料を意味するイベ、食料が溶けるルイベです。じゃあ次焼き鮭を作っていきます。まず鮭の使うやつに塩をして、で次に焼いていくんですけれども、こちらのお家ね確か建ててから15年ぐらい経ってるんですけど、まだ一度も使われてない、こちらですね。僕も初めて使いますし、前の方も使ってなかったそうです。グリルやっていきます。でこちらのグリルにはすでに酢が塗られておりまして、酢を塗るとね魚がひっつかなるというね、おじいちゃんの知恵袋ですね。であまり使い方は分かりませんが、切り身かな、スタート。はい、じゃあ魚も焼けました。見ていきましょう。オープン。やっぱグリルはいいですね。短時間で美味しそうに焼けました。うまそう。はい、こちら、メジカの焼き魚完成。はい、というわけでご飯が炊けました。見ていきましょう。じゃあのっけて、はい、こちらオープン。パカッ。おお、めっちゃうまそうに炊けておりますね。はい、じゃあまずミニイクラ丼用のご飯をちょっと取ります。いい感じに炊けております。これぐらいで OK。 じゃあ残った米の中にこちら鮭を入れてほぐして混ぜていきます。このね鮭ご飯、混ぜご飯めちゃくちゃ美味しいんですよ。この時にもう塩もちょっとね振っときましょう。はい、じゃあめちゃくちゃ美味しそうに混ざりました。こちらをですね握っていきたいと思います。手を洗って
おにぎりはね得意分野ですから、私の。よいしょ。まずこう形を整えて、わっしょいわっしょいと、こう硬すぎず形を整えてね。はい、こんな感じ。いいね。でもおにぎり屋さんってめっちゃ早く作れる。おにぎり屋さんこうやってね、まずなんかこう地面でなんかこうして、地面ってまな板とかに僕は下つくとこはもう地面っていうから、こうやって整えて、よし OK。 はい、で今年は売り切れちゃいましたけど、ここに焼き海苔を巻いていきます。皆さん来年もぜひよろしくお願いいたします。というわけで巻いていきましょう。はい、じゃあおにぎりを置いて、斜めのやつがやりたいけど、こう抱き込むやつ。あ、できた。はい、こんな感じで、もう一個もちょっとやり方変えて、こうですね。これもこっちに変えよう。はい、こんな感じで、ここにですよ、昨日漬けたうまそうなイクラをのせて完成ですね。やばいです。でこちらのご飯にもイクラをよいしょ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 とかけて、もう一丁。はい、うまそうなイクラ丼の完成です。はい、それじゃあ小鳥の意味は小鳥とくから小鳥です。はい、というわけで完成しました。浜湯特製メジカ昼定食。うまそうなもうイクラ丼、これキャビアですね。それから、こぼれちゃってるイクラおにぎりです。綺麗とは言い難い。そして焼いたやつ。それじゃあ宴を始めようか。鮭の川登りです。はい、それではいただきます。はい、じゃあまずはめちゃくちゃ美味しそうなこちらのイクラ丼からいただきましょう。では実食。もうつまみ食いしてるからうまさ知ってるんですよね、これ。めちゃくちゃうまい。適当な感じに入れた味付けなんですけど、イクラの卵一粒一粒にね、うまみが染み込んでて、でその普通のイクラってプチプチってめっちゃするじゃないですか。それがね弱いんですよ。多分卵がまだ完全に成熟してないから。でもそれがまたいいっていうかね、口の中で弾力なくほどけていくというか、うまみがすっごい一体化する。で次にこちらこぼれちゃってるイクラですね。おにぎりですね。うまそうです。いや、うまそうですね。鮭のうまみと、でそこに海苔の風味で、普通に柔らかいだけの食感にイクラのね食感が交わって完成されてますね。うまい。でこれにはやっぱりゴールデンタイム。たまんねえ。それじゃあ最後に塩焼き。いやー、グリルで焼くとやっぱ違いますね。お味はいかに。で鮭、普通の鮭とどう違うのかちょっと食べてみます。皮がめちゃくちゃうまい。で身の方は若干味が濃いのかなって感じです。でサイトにも書いてあったんですけど、普通の鮭より身が柔らかい感じがあるのかなって。で今気がつきました。ルイベ忘れてました。完全に固まってます。ちょっとルイベ後回しにして先にお茶漬けを作っていきましょう。はい、じゃあお椀の中にこちら食べさしのおにぎりを放り込みます。でこぼれちゃったイクラも入れちゃって、でこちらのお茶をこの中に放り込んで、よいしょ。でこちらのですね、鮭で取っただし、これを入れます。でお茶を煮出して、でこちら崩して、いやうまそうですね。もうこれだけで絶対うまい。美味しそうな鮭茶漬けの完成です。はい、じゃあお茶漬けいただきます。
海苔が合わないね。自分の海苔とはいえお茶漬けに海苔が合わないということが判明しました。でも美味しいです。でもやっぱ何よりね、このいくら丼が本当に美味しい。これはねマジでうまい。めちゃくちゃうまい。最高だ。いただきます。うまっ。やばいよ。めっちゃうまい。はい、じゃあルイベもできました。このようにカチコチです。カチコチでもね。でここにも醤油をかけて、それじゃあルイベいただきます。口の中でこの食材が溶けるのでしょうか。細か溶かしていきます。もうね、口凍ってる時入れても全然美味しくないんですけど、溶ければ溶けるほど鮭の味がね染み出してくるっていうのがね面白いですね。刺身のどっちが好きかって言われたら刺身のが好き。ただこのもうこの身自体はほんとめちゃくちゃ美味しい。味も濃いし最高です。とりあえずあとはゆるりといただきたいと思います。ごちそうさまでした。はい、というわけで飯が送ってくださいました漁師フィッシングチャンネルさん、本日もご視聴ありがとうございます違うわ、皆さんも本日もご視聴ありがとうございます。送っていただきありがとうございます。でね、メジカなんですけれども、焼いた時は正直ね若干そこまで分からなかったんですけど、生で食った時のうまさとかイクラの違い、それがね非常に普通の鮭に比べてよく分かるというか、でもやっぱ味はね最高に美味しかったです。特にイクラ丼、これはねたまんねえぜ本当にSee you next time、またお会いしましょう。バイバイ。